こんにちは、すみれです。今日は私がバレンタインの時期にいいんじゃないかなと思うようなパレットをいくつかお手持ちの中でね紹介したいと思います。一番最初にこちらのナターシャ・ディノーナから出ているラブパレットになります。これは以前バレンタインの時期に発売されたこともあって、色味の名前にもバレンタインとか、あとはピュアラブとかね、トラストとか結構愛にまつわるようなね色の名前がたくさんついてます。そして色味としてはこういった形になっていて、マットの質感が7色、そしてクローマクリスタルといってねきらめきのあるようなものが2色、ディオクロームが2色、メタリックの質感が1色、そしてマットとクリームの中間ぐらいの質感のものが2色、合計ね15色入ったパレットになっています。このパレットはねすごくみんな女性らしい色味がね入ってると思います。例えばこのホワイトもアイボリーのような色味なので、すごく柔らかみがあったりとか、ピンクとねあとパープルの印象があると思うんですけども、例えばねそのままピンクとパープルを両端に乗せて真ん中をディオクロームでねつなげてあげてもとってもね可愛く仕上がるかなと思います。このパレット見た感じ結構赤の印象も強いかもしれないので使いやすいかなと思われるような方もいらっしゃると思うんですが、このねタイプのミディアムサイズのパレットなんですけども、裏側にこう穴が開いていて爪楊枝みたいなもので下からね押し出してシャドウをね取り外しすることができるんですね。で自分の好きな形に並べ替えたりすることもできるんですが、ちょっとこのパレットでね私の方で並び替えてみました。こうしてみるといかがでしょうか。最初の結構使いにくいかなと思った印象よりも、なんとなくこれだったらマシかなって思えたりもしませんか。私は個人的にこのねアイボリー系からピンク、そしてレッドってね結構グラデーションな形ですごく使いやすいマットの色も詰まっているし、ディオクロームもねとっても綺麗なのでこの時期使えるんじゃないかなって思います。最初はこちらのナターシャ・ディノーナラブパレット、ルックはねこんな感じの可愛らしい色味になります。そして次はマザーシップパレット9、こちらのヒュートピアンドリームというパレットになります。このパレットはねパッドマックグラスのねマザーシップパレットっていうねすごく人気なシリーズなんですが、個人的にねこのヒュートピアンドリームのピンク系の色はとってもね使いやすいかなと思います。でただ海外コスメで結構よくある話なんですけども、よくねパレットを見てみるとパッケージの裏側とかにプレストピグメント記載のものがあるんですね。でプレストピグメントって何か、アイシャドウとは何が違うのっていうと、アイシャドウって記載がある時には目周りに使うものですよね。なのでアイシャドウって言いますよね。だから目周りに使って大丈夫なね安全な色素で使われているもの、逆に目周り仕様には適さないと判断されたような色素、そういったものは目周りに使うことが目的のアイシャドウといった品名で販売することはできないので、よく見るとこの色とこの色は使わないでくださいといった注意書きがあったりします。で実はこのねマザーシップパレット9の中にも2色そのプレストピグメント記載があって、このブラウンとピンクなんですね。でプレストピグメントって、色素沈着ねするだけだから、23 日ですぐ落ちるし、何にもね目周りに使ったって大丈夫じゃんっていう方で結構ね多くの方が使われていたりとかして、実際にね使って何ともないっていう方も結構多かったりするのは事実なんですが、ただちょっとね気に留めておきたいのは、単に色素沈着がするからプレストピグメントというだけでは限らない可能性が極めて高いんですね。というのもアメリカの厚生労働省が目周り仕様にね大丈夫ですよと認めているような色素、そういったものでもその色素の含有量が多かったら色素沈着はするんです。で目周りに使っちゃいけない色素だけではなくて、ものによっては口周りに使っちゃいけないような色素、例えばグロスとかリップクリームに使うのには入れちゃいけないような色素もあったりするんです。でそれは万が一飲み込んでしまったりとか舐めた時に体にとって有害なものがあるといった理由もあったりするんですね。ただ色素もねその一色じゃないので、その体にの影響の出方、なんでそれが目周りに使っちゃいけないか、なんでそれが口周りに使っちゃいけないかって、それぞれみんな理由はね微妙に異なってくるんじゃないかなとは思うので、おそらく食品添加物とかもそうだと思うんですけども、なので知識としてね一応この2色がねプレストピグメントなんだ、目周り仕様は本来避けるべきねシャドウなんだってことを理解していれば、たまに使うんだったらいいかもしれないし、または人によってね毎日使っても全然構わないっていう方もいらっしゃるし、すごく敏感肌だったりとか肌がかぶれやすいとか、いろんなね何かしらの理由でちょっとそういったものは避けたいと思ってるんですって言った方は、やっぱりね
知ってると違うかなと思うので、私の動画で私の知る限りね全てそういった情報もお伝えしていますが、ちょっと長くなっちゃったんだけども、この中にもそういったプレストピグメントっていうものが2色入っているんですね。で、私個人的にはどんな風にプレストピグメントと向き合っているかというと、例えばちょっと今日体調がいまいちだなとか、ちょっと今日皮膚が荒れ気味だなとか、そういう時は基本的にはまず避けるようにはしています。気持ちの問題でもあると思うんですけど、例えば体調が悪い時とかに食品添加物もりもりのものっていうよりかは、なるべく自然なオーガニックじゃないけどそういうものを食べたいみたいな形で自分の体と対話をして、今日は別に使ってもいいかなとか、たまにだったらいいかなとかね、いろんな感じで使うことはあったりします。で、ここに入っているデュオクロームがさっき紹介したナターシャ・ディノーナのラブパレットに入っているデュオクロームと似てると思われた方いらっしゃいませんか？ちょっと比較お見せしますね。こちらが自然光で見る右側がパッドマックグラスマザーシップパレット9に入っているデュオクローム、そして左側がナターシャ・ディノーナのラブパレットに入っているデュオクロームになってます。見え方としてはねこんな形なんですが、両方ともピンクの動きがありますよね。そしてベースのこのオレンジなんですが、パッドマックグラスの方が少しオレンジに赤みが入ってるんじゃないかなといった個人的感想がありますが、皆さんはどう見えますか？こちらが黄色の光の下で見る色味の違いなんですが、右がパッドマックグラス、左がナターシャ・ディノーナのラブパレット、すごくね似た印象はありますね。やっぱりねこんな感じの比較になります。で、このね左5色でさっきのラブパレットと似たようなメイクをしてみるとどんな形になるかっていうと、こういった形になるんですけど、特にこの中で濃いねブラウンっていうのは入っていないので結構優しいような仕上がりになるかなと思いますが、あとはこっち側にねパッドマックグラスの特別シェードと呼ばれるね特に輝きが強いものがあったりするんですが、その中にもねさらにこういったものっていうのは輝きがものすごいんですね。なのでちょっとルックにそういうものをね足してあげたりとかしても、輝きの強さっていうのも足してあげることもできると思います。結構ねキラキラ好きの方っていうのはこのパレットもいいんじゃないかなって思ったりします。パッドマックグラスのマザーシップパレット9キュートピアンドリームでした。で、次はミニサイズのミニレトロパレット、ナターシャ・ディノーナから出てるものになります。このパレットは本当に優しいね女性らしい柔らかい色味が詰まっていますよね。で、そんな中でもこの右側のね色味とかもものすごく輝きが本当に綺麗だったりするので、この質感がものすごく好きっていう人も多いんじゃないかなって思います。そしてミニサイズですごくね手のひらサイズでもあったりするし、とてもね軽いのでポーチにも入れたりね持ち運びもしやすいし、結構ピンクと紫の組み合わせはちょっと私はっていった方は落ち着いたアース色というかカーキ色というかね、そういったものが入っているので、このぐらいだったらねもしかしたら使いやすいかもしれないです。こちらはナターシャ・ディノーナのミニレトロパレット、ベージュピンクといったようなね優しい印象ですね。そして次、パッドマックグラスから出ているブリッツアストラルクウォットのリチュアリスティックローズといったね全て特別シェードが入っている4色パレットになります。色味っていうのもすごく使いやすくて、クールトーンの方でもウォームトーンの方でも結構みんなに使いやすいような色味になっています。で、このパレットの中にはマットの質感は入っていないので、個人的に私がメイクする時にこのパレット1個でメイクするっていうことはほとんどないんですが、ここに入っているブラウンは結構細かいラメが入ってるんですね。なのでブレンディングブラシとかでねこのクリースのところとか乗せてあげる時とかもいい感じにねこうラメが飛んでくれて、これだけでもねルックは結構できたりもします。で、このパレットまだパッドマックグラスの公式サイトで販売はされていました。すごくね個人的には大好きで、ポイント使いで使うのがとっても好きだったりします。こちらはパッドマックグラスから出ている4色パレットのブリッツアストラルクワット、そして色味の名前はリチュアリスティックローズになります。そしてナターシャ・ディノーナのパステルパレット、これはね淡いパステルの色がたくさん詰まってるんですね。で、こういったね淡いパステルなものってパレットで見ると綺麗なんだけど、肌にのせると結構ねかなり薄かったりとか、違う色でもあんまり違いがわからないってこともね中にはあるかなと思うんですが、ナターシャ・ディノーナのマットの質感は本当に発色がいいので、この感じの色のまままぶたに乗ってくれるんですね。ただ1個だけ言うと、ここに入っているパープルの色味がクリームとマットの中間ぐらいのフォーミュラになってるんですけども、その割にこの色の付けは極めて淡いです。
もうちょっとこうしっかりつくような印象があったんだけども、この色に関してはいつもよりもこのつきがねすごく弱かったので、逆に紫ちょっと苦手だけどほんのりだったらって言った方はすごく使いやすいかもしれないし、あとはこういったねパープルねペンシルブラシで結構ねコシがあるもので取ってあげて下まぶたに入れてあげてもねほんのりとすごく綺麗かなとも思います。で、同じ質感の紫がラブパレットの中にも入っているんですが、色味はねちょっと違うんだけども、一応パープルのクリーミーパウダーですね。で、こっちがパステルパレットのクリーミーパウダーなんだけども、色の比較としてはパステルパレットの方がちょっとピンクっぽいような印象があります。ラブパレットの方がもうちょっとしっかりとした紫ですね。で、一番左側が通常のマットですね。右側2つがクリームとパウダーの中間ぐらいになりますが、色のね出方としては同じ紫系でもこのぐらい違いが出てきます。で、ここに入っているピンクのねディオクロームも2つあって、1つはディオクロームスパークリングといって、さらにスパークリングきらめきが強まったタイプのものもあったりするんですけど、こっちのピンクの方がもうちょっとこの青っぽいようなきらめきがあったりとかするので、クールトーンの方も好きかもしれないし、結構このパレットはクールトーンでもウォームトーンでもねすごく使いやすいかなって思います。で、ここに入っているみんなね可愛らしいパステルの色味なんですけども、全てレマーリ仕様でね大丈夫な色素が使われていたり、ナターシャ・デ・ノーナはとってもね発色もクオリティもいいので、こういったパステル系のものは質のいいパレットはね1個持っていてもいいんじゃないかなって思います。で、カラーがねすごく苦手っていう方もこのぐらいのね淡さだったりとか、あとはここにね光の当たり方によって色が2色ぐらいに見えるようなディオクロームというものは5個入ってるんですね。結構ね多めにも入っているし、ちょっと使ってねポイント使いでもね可愛いかなと思うので、よかったら試されてみてください。ナターシャ・ディノーナのパステルパレット、バレンタインだけではなくて春にもとってもね可愛らしいパレットでした。そして次、こちらもナターシャのレトロパレットになります。あれ、さっきも似たような名前があったと思われた方いらっしゃるかもしれないんですが、これがミニレトロパレットで、こっちがレトロパレットね、中ぐらいのサイズになるんですけども、経緯としてはこのパレットが最初に出てものすごく人気で、このピンク系を展開したものがこちらのパレットになるんです。で、ピンクといってもあんまりピンクしていなくて、結構大人のね落ち着いたモーブ系の色もあったりするので、すごくね品もあるし好きな方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。で、私も発売当初ねすぐにこのパレットは買わなくて、結構こういった色の組み合わせのパレット今まで使ってきていたので、ちょっとねあんまり新鮮味がないなと思ってパスしていたんですが、改めて買ってみたらね、なんと使いやすいこと、もうね本当にこれは大好きなパレットのうちの一つです。で、このミニレトロパレットを持っていて一番右の質感が好きといった方は、真ん中に入っている色味が同じ質感になっています。右側がレトロで左側がミニレトロですね。色味はこんな感じの違いになります。これはねブラウン系も入っているので、バレンタインには関わらず普段使いとしてもブラウンメイクだったりとか、ちょっとねピンク系を出してね優しさを出してあげたりとか、とってもね使いやすいパレットなんじゃないかなって思います。ナターシャ・ディノーナのレトロパレットでした。そしてこちら、これはビジアートから出ているミニサイズのパレットになるんです。で、こんなにね可愛いサイズ、これ私いくつかいろんな種類買ったんですけども、これは大人向けのバレンタインといった印象が私の中にはあります。バレンタインもいいんだけど、あんまりピンクしたくないなっていった方にはこういったものもねすごく使いやすいかなと思います。で、ビジアートは CEO の方が元モデルで事業家の方なんですけども、その方がとにかく敏感肌なんですね。で、モデル時代でも本当に苦労したようで、そういった中で敏感肌でも使えて、なおかつプロのクオリティが出せる、そういった質を追求されてね作られているものだったりするので、もともとはねプロ向けだったんですけども、今ではね全ての方が使えるようなものになっているし、動物実験をねしないどころか、敏感肌の CEO のアナスタシアさんという方なんですが、その方の肌で試して OK なものが作られているので、個人的に私は敏感肌の方はビジアートはねすごく使いやすいと思います。で、マットに関してもナターシャ・ディノーナとかパッドマックグラスに比べて一気に色がねドバッとつかなくて、少しずつ綺麗にねついてくれるんで、結構メイクに慣れていない方も使いやすいような質感だと思います。で、ルックを作ってみるとこんな形になるんですけども、これはシルバーをまぶたにのせていますが、シルバーじゃなくてこのオレンジ系のねゴールドをのせてあげるともっとあったかみのあるような印象になったりもするし、写真はシルバーのルックの上にさらに重ねているんですけども、これだけで使ったらねもっとあったかい印象にもなったりするので、結構お好みで調整はできるかなと思います。で、このねビジア
アートのパレットを買う時にはビューティーベイのサイトが本当におすすめです。っていうのもすごく円安の時とかもビューティーベイはすごくレートがね円安の前ぐらいのままだったりもするし、値段が一番結構いいんじゃないかなと思うので、下にリンクを貼っておくのでよかったらちょっと見てみてください。でそこにねまだ売っていたし、他にもねいろんな色味を買っているので、それはまた別の動画で共有したいと思います。こちらはビジアートの小さなパレットね、4色パレットなんですが、フランス語読みでこれはリラルっていうんですかね。ちょっとフランス語詳しくないんですが、こういったパレットになります。ということで今回はバレンタインの時期に私がおすすめできるかなと思ったようなパレットの紹介でした。そして私がね他にもいろいろ作るルックとかはインスタグラムの方で共有していますので、よろしかったらそちらもご覧になってみてください。ということでまた別の動画でお会いしましょう。